ごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、ウクライナ情勢、特に戦局についての解説をまとめていこうと思います。様々な話題がウクライナ情勢では流れていますが、ある程度の要点をこの動画で押さえていきましょう。現在のところ、ウクライナ東部戦線では激しい攻防戦が起きていて、これはロシア軍による本格的な作戦が始動したんだという意見とともに、それとは全く逆の、いやいやこれからが本格的な攻撃開始だって、現在の戦いは序の口に過ぎないといった意見などもあります。なぜそのような意見も出ているか、今回の動画において解説していこうと思います。それではまずは現在の戦況から見ていきましょう。こちらの地図は戦争研究所の発表している現在の戦況、赤く塗られている部分がロシア軍の占領している地域です。おそらくほとんどの人にとってはどこが変化したかがわからないでしょう。なぜならば現在激しい攻防戦が行われてはいますが、大きく戦線は動いていない状況です。しかしロシア軍がなんとかウクライナ軍の防御を打ち破ろうとしてかなりの大規模な攻勢を仕掛けていることは確かです。まず第一に本命視されているのがクレミンナ。こちらの攻防戦はまだまだ激しい戦いが行われています。ロシア側はウクライナ軍の陣地を破ったんだといったような発表などもしているようですが、100メートル、200メートル進んだことを大戦果のように発表しているので、ちょっと割り引いて考えなければなりません。地図に落とし込んだ場合においてはほとんど動いてはいません。一方、バフムトにおいても、こちらの方も激しい戦いは連日続いていて、多くの兵士が亡くなっているようなのですが、やはりこちらも大きな変化が起きているとは言いづらい状態です。それより南、マリンカにおいても激しい戦いが起きているようですが、こちらもまた、ロシア軍はウクライナ軍の守りを完全に崩せてはいないようです。攻撃は撃退されています。そして一番下のブフレダル。こちらの方はドンバス地方で新たな攻め口として南から北へと推し進めようとした進撃だったわけですが、3回にわたる攻撃は全て失敗し、これに伴って海兵旅団5000人規模の部隊が壊滅しました。この部隊はこれまでも何度となく激戦地に投入されて、その度に大きな打撃を受け、新しい兵士などを補充しながら戦ってきました。去年の今頃であれば、十分に訓練を積んだベテラン兵、エリート兵の集団だったとみられますが、現在では動員兵なども加えられて、もはや寄せ集めの烏合の集団に過ぎなくなっています。ブフレダルに対する攻勢は完全に失敗したと言えるでしょう。ただし、部隊が壊滅したことによって次の部隊が補充されると考えられることから、ブフレダルに対する攻撃もまた継続される可能性があります。ただし全体として言えば、ロシア軍が本格的な攻撃を仕掛けることによって戦死者数は右肩上がりにもかかわらず、現在のところ激しい攻防戦が起きてはいますが、ロシア軍の望むような占領地域の大幅な拡大といったものは実現していません。さて、現在ヨーロッパにおいてウクライナに対する支援の国際会議が開かれています。その席においてアメリカ国防長官が以下のような発言を行いました。ウクライナ軍は春に攻勢に出るだろう。そして、今やロシアは世界の嫌われ者だ。簡単に言うとロシアは負けた。戦略、作戦、戦術の面で負けた。といったような発言を行っています。ただし、この発言の後には、現実には戦いがまだまだ続くんだから、これに対応するために、各国からの軍事支援はこれからもしっかりと行っていかなければならないといったような言葉もついています。アメリカの国防長官のこの言葉にはほとんどその通りとしか言いようがありません。ロシアは戦略的には全く失敗しましたし、作戦面においても全くどれもこれもやることなすこと、とてもではありませんが褒められるような内容ではありません。しかし、戦術の面で負けたというのも大きな被害が出続けている、戦死者数がうなぎ登りだといった面においてはまさにその通りなのですが、残念ながらこの人海戦術がまさにウクライナ軍に消耗を強いていて、バフムトのような堅固な守りをじわじわと苦しめているようなことも、これもまた事実です。さて、時間の経過というものは基本的にウクライナ軍に対する兵器供与が進むことになります。以前の動画においてアメリカがウクライナに供与する歩兵戦闘車ブラッドレーや装甲兵員輸送車が船積みされてヨーロッパに送られたといったことをご紹介しましたが、現在大量の軍用車両はドイツまで到着したそうです。ちょっとあまりにも数が多いので、なんか目がチカチカするような気もするのですが、同じ規格で作られた軍用車両ですから、整然と並ぶことによってちょっと圧倒される光景です。また、兵器供与について言えば、欧米製の戦車が届くことがウクライナにとっては待ち遠しいわけですが、
現在レオパルト2の訓練がドイツ、ポーランドで実施されています。東部戦線における激しい攻防戦が起こっていることから、もっと早く戦車を戦場に投入できるようにと、訓練プログラムは通常2ヶ月は最低でも必要だとされているものを、1日の訓練時間をもっともっと増やすことによって、なんとか1ヶ月まで短縮して、訓練を一通り行おうとしているそうです。ただそれでも、実際にレオパルト2が戦場に出るのは3月の後半頃だと見られています。さて、現在激しい戦いがすでに起こっているわけですが、これがまだ序の口に過ぎないという人たちの一つの根拠となっているのが、これから本格的な空軍の投入があるのではないか、それによって戦いがより激しくなるだろうという見立てがあります。ロシアの航空機、ウクライナとの国境に集結、フィナンシャルタイムズ報道。ロシアが飛行機やヘリコプターをウクライナとの国境近辺に集結させている。大規模な空襲を準備している可能性がある。NATO 加盟国で共有されている情報だとして、イギリスフィナンシャルタイムズが14日報じた。フィナンシャルタイムズによると、ある NATO 外交官は取材に対して、ロシアの空軍能力は実際にはかなり保存されていると述べ、上空からの攻撃の準備を進めているとの認識を示した。別のアメリカ政府高官は、ロシア軍の地上戦力が消耗しており、戦闘機などによる攻撃中心に切り替えるだろうと説明したという。2022年2月にウクライナ侵攻が始まって以降、ロシア軍による攻撃は長距離砲など陸上からのものが中心だった。ロシア軍の戦闘機の維持管理が悪く使いづらいためだなどとする見方もあったが、NATO 高官の指摘が正しければ大規模な空襲ができるように温存していたことになる。東部戦線において激しい戦いが起こっているというのは、ウクライナが発表するどれだけのロシア兵を倒したかという戦死者数の日々の発表に基づいています。ロシア軍が激しく攻め立ててくる、つまり陣地に向かって攻撃してくるから、これに応戦し、それに伴うロシア軍の戦死者数は増大していくというわけです。ロシア軍が守りを固めていれば、このような戦死者数がどんどんと増えていくということは起こり得ません。ですから、戦死者数が増えていくというのは、それだけロシア軍が攻めかかっているんだということを意味しているわけです。このことについては、以前の動画で解説した通りです。しかし、現在の戦闘はあくまでも本格的な攻勢が始まる前の前触れに過ぎないという見方があります。その根拠として言われているのが、ロシア空軍が集結し、これから戦場に投入される。それに伴って陸空の連携によってロシア軍は激しく攻め立ててくるんだという話です。確かにこれは理想的な戦いの形となります。通常であれば第二次世界大戦以後、戦闘機の発達や戦闘ヘリの発達により、まずは航空優勢もしくは制空権を得ることが非常に重要であり、そのに伴って地上部隊は運用方法が変わるというのがこれまで考えられてきたことでした。ですから、ウクライナにおける戦場においても、どちらの空軍がより優勢になって地上部隊を攻撃するかというのは非常に重要だったわけです。ところが現実の戦場において何が起こっているかといえば、ロシア軍もウクライナ軍もどちらも対空兵器が存在し、それに伴って戦闘ヘリも戦闘機もどちらも低空飛行で前線から遠いところからちょこちょこと地上支援を行うにとどまっているという非常に窮屈な戦場になっています。しかし最初からこうだったわけではありません。去年ロシア軍は戦闘ヘリを非常に対応し、ウクライナ軍に対する攻撃を苛烈に行いました。しかしそこで何が起こったかといえば、ウクライナ軍の対空兵器などによって撃墜されることが多発し、それに伴って割に合わないと考えて戦闘ヘリが前線に出ることが急激に減少したのです。これは戦闘機についても同様です。ロシア軍にもステルス戦闘機はありますが、基本的には手の指で数えるほどしかまだ生産できていないだろうと言われています。そのため前線に出てくるような主力機ではありません。そして数多くの空軍機があるとは言いますが、それらは全て非ステルス製の戦闘機であり、ウクライナ軍の対空兵器から見れば丸見えになってしまいます。何しろウクライナは広大な平地が広がっており、戦闘機が上空高く飛んでいれば簡単にレーダーに引っかかってミサイルが飛んでくることとなります。これはウクライナ軍の戦闘機であろうとロシア軍の戦闘機であろうとどちらにとっても同じ条件なわけです。だからこそこれまで戦闘機が多用されることはなく、陸上戦闘、特に戦車戦が非常に重要視されていることから、欧米製の戦車が重要視されているわけです。しかしここで一つ重要なのは、もしもロシア軍が
戦闘機すらも人海戦術のようないわば使い捨ての戦力だと考えたとしたらどうなるだろうかということです。私から見れば、もはや自暴自棄になって自滅志向のあるような人間でなければ実施しないとは思うのですが、もしかしたらそうやってくるかもしれないというのがロシア軍なわけです。例えば、戦闘機を10機発進させて帰ってくるのは5機ですといったような、とてつもないダメージを受けるような戦闘に果たして空軍機を出し続けるでしょうか。私だったらそんな作戦はそもそも立てるべきではないと思うわけですが、ロシア軍だったらそうするかもしれないというわけです。その根拠として考えられているのが、これまでロシア軍は巡航ミサイルや長距離を飛ぶ突撃型ドローンを使うことによって、ウクライナ軍が多くの対空ミサイルを使ってきた。それに伴って戦闘機に対応できるミサイルの保有数もきっと下がっているはずだという完全な希望的観測に基づいて、戦闘機がやられないかもしれないみたいなことを考えているかもしれないというわけです。もはやそんな希望的観測で作戦を立てるのかというレベルなわけですが、そのぐらい幼稚に頭が回っていない可能性があるわけです。ですから空軍の戦闘機が大量に集結している。これらをもしかしたら戦場に投入してくるかもしれない。だからこそ本格的な攻勢はこれからだという意見があるわけです。ちなみにこのような捨て身の作戦といったものも一応アメリカは警戒していて、欧米製の戦車が実際に戦場に来るときには合わせて対空兵器もしっかりと補充して戦車の天敵である戦闘ヘリなどが近づけないように何とかしようとしています。動員兵を使い捨てにするような人海戦術は多用しているわけですが、ちょっと戦闘機を使い捨てにするにはあまりにも効率が悪すぎて、さすがにそこまでバカではないだろうとは思うのですが、ロシア軍のことなので何をしでかすかわからないというのは考えておく必要がありそうです。もちろん戦闘機を多数失ってでもなんとか前線を食い破って占領地域を広げて、そこでアメリカなどを巻き込む形で停戦に持ち込めるといったようなプーチン大統領の何かウルトラ C の外交政策があるとするならば、それもまた成り立つかもしれません。そうでなければ単純に空軍機を大量に失っただけでロシアの凋落はさらに進むのではないかなという未来も見えます。ロシア軍が空軍機を集結させているのは一体この後どのような展開を考えているのか、様子を見守っていきましょう。というわけで今回の動画はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録していってください。そして動画を見終わったらあなたの感想、コメントよろしくお願いします。また投げ銭機能もぜひともご利用ください。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。